語尾に知らんけどがついてるようなデータセットになっています。で、今ですね、日本の首都はどこですかっていうふうに聞いてみます。我、林衛門は思う東京知らんけどということで、うまくござるの口調で返してくれてるのがわかります。はい、皆さんこんにちは。AI 部長ネットです。本日は OpenAI がリリースした最新のファインチューニング機能について解説していきます。8月23日に GPT-3.5 ターボをファインチューニングする機能が公開されましたが、皆さんニュース見ましたか？これすごい機能なんですが、ファインチューニングってそもそも何っていう人もいると思うので、簡単に説明すると、すでに学習済みのモデルに対して追加のデータを与えて学習することで、モデルの出力を自由にコントロールする方法になります。例えば、これまで言語モデルに特定の振る舞いをしてほしいなって時って、プロンプトに入れてモデルを制御していました。で、これに対して今回追加されたファインチューニングの機能を使うと、モデル自体が追加で学習させたデータに従って出力されるので、例えば語尾にござるがつくデータっていうのを大量にモデルに与えると、こんな感じで、こんにちはでござるという風に出力されるようなイメージになります。で、語尾にござるつけるだけだとあんま意味ないじゃんって感じかもしれませんが、例えば出力する文章をもっと短くしたモデルを作りたいというのであれば、そういったデータを用意して学習すれば良いですし、あとは要約とか翻訳とか特定のタスクの精度を上げたモデルを作りたいというのであれば、それ用のデータを用意すれば、現状の GPT のモデルよりも精度が良くなります。なので、このファインチューニングの機能はデータさえ用意できれば自分独自の言語モデルを作成できるということになります。で、本日はこのファインチューニングのコストとかやり方を紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、最初にまず、アップデート内容を簡単に見ていきます。こちら OpenAI の公式のページになっていて、GPT-3.5 Turbo Fine Tuning and API Updates ということで、アップデートの詳細が書いています。で、ここを見ていくと、GPT-3.5 Turbo のファインチューニングが利用可能になりましたと。で、GPT-4 はこの秋に来る予定ですというふうに書かれています。で、アーリーテスト、事前検証では GPT-3.5 のファインチューニングしたモデルっていうのは、この特定のタスクにおいて GPT-4 レベルの能力を持っていると書かれています。なので先ほど言ったように、要約とか翻訳とかですね、何かに特化させて学習させると、GPT-4 と同じレベルか、それ以上の性能を出せるというふうに書かれています。で、今回このファインチューニング API を使って送るデータとか出力されるデータに関しては、OpenAI のモデルには使われないというふうに書かれています。ただ、セキュリティのリスクはあるので、利用する場合は本当にファインチューニングしていいのかっていうのは確認する必要があるかと思います。で、ファインチューニングユースケースとあるんですけども、こちらドキュメントの方がわかりやすかったので、一旦ここは飛ばします。で、大事なところは、このセーフティというところで、今回学習データを使うんですけども、そのデータがちゃんと OpenAI の規約に沿ったデータなのかっていうのが、このモデレーション API と GPT-4 のモデレーションシステムで確認されますと。なので、害のあるデータとかを学習させようとしてもできませんよというふうに書かれています。はい。で、料金なんですけども、こちらのプライスページの方を見ていきます。で、ファインチューニングモデルズの、この GPT-3.5 ターボですね。今回、この GPT-3.5 ターボ以外にも、ファインチューニングできるモデルというのが、アップデートされたんですが、基本的にはこの GPT-3.5 ターボが推奨されています。で、1000トークンあたり、学習データに関しては 0.008 ドル。で、学習したモデルを使うときの入力データに関しては、1000トークンあたり 0.012 ドル。で、出力に関しては 0.016 ドルというふうになっています。で、これは GPT-3.5 ターボですね。現在の方を見ていくと 4K コンテキスト。これが 0.0015 ドル。で、アウトプットは 0.002 ドルということなので、学習させたモデルは約8倍コストがかかるということがわかります。GPT-4 は、0.03 ドルかかるので、それと比べると安いんですけども、そこそこコストがかかるというのは注意が必要です。はい、続いて、ファインチューニングのドキュメントを見ていきましょう。で、ファインチューニングをやるメリットなんですけども、プロンプトよりも高い質のクオリティが出せますということだったりとか、あとはモデルを学習してるので、わざわざプロンプトに振る舞いとかを設定しなくていいので、利用コストが下がったりとか、あとは、応答速度が速くなりますよっていうのが書かれています。ただ先ほど見たように、価格としては8倍かかってるので、入力するプロンプトが8分の1になっていれば、費用対効果はあるのかなと思いますが、そうでない場合は、トークンのコストメリットってところに関しては、あまりないかなというふうな感じです。はい。で、下の方を見ていくと、ファインチューニングできるモデルですね。先ほど3つあると紹介しましたが、GPT-3.5 ターボの0613が推奨されてますと。今回、この GPT-3 ベースのモデルでもファインチューニングできるんですけども、GPT-3.5 ターボの方を推奨しているということです。はい。続いて、いつファインチューニングを使うべきなのかということなんですが、
で、ファインチューニングは、時間とかコストがかかるので、最初はプロンプトエンジニアリングで頑張るのがいいというふうに書かれています。で、その理由としては、プロンプトエンジニアリングで大部分のことは、よくできますよとか、あとプロンプトエンジニアリングってすぐに結果が得られるので、そこのフィードバックを使って改善していった方が、ファインチューニングするよりも良いことがありますよとか、そういったことが書かれています。で、ファインチューニングのユースケースとしては、口調の設定とか、あとは何かのサービスで望ましい出力を得たいという時に、安定した出力が得られますよとか、あとはプロンプトエンジニアリングだけではできないようなタスクとか、そういったことを実現したいという時に使えますと書かれています。最後に、another scenario, where fine tuning is effective ということで、GPT-4 レベルの精度を出すことができるので、コストが抑えられる可能性があるというふうに書かれています。はい。あとは、このファインチューニング、1日で何回できるのっていうのが、決まっているようです。それがこちらのレイトリミッツというところで、このペイドユーザーズですね。ファインチューニングは1日に12回しかできませんよと。1回のジョブにつき1個のモデルしかできませんというふうに書かれています。なので、並列でファインチューニングすることはできないということですね。はい。ファインチューニングの概要については以上なので、続いて実際にファインチューニングしてみて、どんな感じの出力が得られるかを見ていきます。はい。それでは早速実装の方やっていきたいと思います。こちらのリンクに関しては概要欄に貼ってますので、そちらから飛んでいただければと思います。はい。で、Google コラボはですね、セルを選んでプログラムを実行していきます。最初にまず必要なパッケージをインストールします。セルを選んで Shift Enter で実行します。はい。インストールが終わったら、OpenAI の API キーを設定していきます。こちらのセルを選んで実行します。そうするとこういう風に出るので、ここに API キーを貼り付けて Enter をします。はい。これで今 OpenAI の API キー設定できました。はい。次に、学習データの用意ということで、ファインチューニングを行っていくので、独自のデータが必要になってきます。で、今回は、こちらのハギングフェイスにある、データブリックス社というところが開発した、データセットを、日本語に訳して、さらに語尾に語ざるをつけたデータセットっていうのが公開されているので、こちらを利用させていただきます。で、データセットの中身こんな感じになっていて、必要なのはこのインストラクションと、アウトプットになります。で、このインストラクションが指示だったり質問。で、アウトプットが、それの回答になっています。例えばこれだったら、バージンオーストラリア航空はいつ運航開始したのですかっていうふうに聞かれて、我林衛門は思うと。なんとかなんとか、ござると、知らんけどということで、語尾に知らんけどがついているようなデータセットになっています。はい、こちらを学習していきます。はい、ノートブックの方に戻って、こちらをダウンロードします。はい、私すでにダウンロードできているので、すぐ終わったんですけども、初めての人は少し時間かかるかと思います。で、データセットですね、見てみましょうということで、こちらの方で、インストラクションと、アウトプットですね、先ほど見たようなデータセットが、ダウンロードできています。はい、続いて、学習するデータセットを用意ということで、OpenAI の公式のページにもあるんですが、こういった形式でデータを用意する必要があります。API 使ってる人はわかると思うんですが、このシステム、ユーザー、アシスタントっていうところですね、ロールを決めてあげて、それぞれに対してコンテンツを定義するといったものになっています。で、システムに関しては入れなくても問題ないので、今回はこれを省略して、ユーザーのコンテントってところにインストラクションを入れて、これアシスタントのコンテントってところに回答を入れてあげます。はい。で、それをやってるのがこちらのコードになってます。で、今データ数は10個ということで、先ほどダウンロードしたこちらのござるのデータですね。これを10個与えます。最低でも10個はモデルに与えなきゃいけないということだったので、自分で作ってみたいという人は注意してください。はい。こちらを実行します。はい。そうすると、アウトプット JSON ラインというものがファイルとしてできています。はい。これで学習に使用するデータセットの準備が整いました。このリストメッセージをちょっと見てみますか。はい。こんな感じで10個のデータが格納されています。ござるのデータですね。これをモデルに入れていきます。はい。こちら閉じて、JSON ファイルをアップロードするということで、OpenAI のサーバーに先ほど作った、こちらのファイルを送ります。はい。今 JSON ファイルが送れましたと。で、続いてモデルを学習していきますということで、こちらのコードですね、実行します。そうすると、先ほどアップロードした JSON ファイルで学習が始まっています。で、学習するモデルは、この GPT-3.5 ターボで、トレーニングファイルということで、先ほどアップロードしたファイルの ID を与えています。学習が完了したら、メールが届くんですけども、プログラムで確認することもできます。こちらのコードを実行すると、こんな感じで、ランニングとなってますね。これ今まだ、学習が進んでると。で、終わったらこれがサクシードとなるので、学習が終わるまでしばらく待ちます。はい、今ですね、学習が終わりました。5分もかかってなかったかなと思います。10個のサンプルしかないので、データセットとしては少なかったんですけども、これぐらいの時間でできました。
で、続いてじゃあ学習したモデルを使うんですが、API を使うのと似たような感じで、このモデルのところで、学習したモデルを指定してあげます。で、今ですね、日本の首都はどこですかっていうふうに聞いてみます。はい、そうすると、こんな感じで、我、林営もは思う、東京知らんけどということで、うまくござるの口調で返してくれてるのがわかります。ちょっと他にも聞いてみますか。はい、オープン AI という会社を知ってますかって聞いてみたら、我、林営も思う、知らんけどということで、知らない感じになっちゃってますね。はい。こんな感じで、口調であれば、簡単にですね、学習できるなっていうところで、要約とか翻訳とか、じゃあ GPT-4 よりもしっかりできてるのかっていうのを評価するのは、ちょっと難しいかなと思うんですけども、自分独自のモデルを作ることができるので、興味があったらぜひいじってみてください。はい、以上で本日の動画を終わりたいと思います。この動画が良かったなっていうふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。そういったことを実現したいときに書かれてますと。そういったことを実現したいときに使われますと。そういったときに、